アイランド西アワー。はい、皆さんこんばんは。アイランド西アワーのお時間でございます。それでは今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はですね、ほんとちょうど今から1ヶ月前のお話になるんですけれども、私ソロでライブをさせていただきまして、愛ちゃん初のソロライブということで、今まではねずっとニッシーとデュエットで出てたんですけど、ちょっとニッシーが都合がつかないということで、私一人でですね、初めて30分間のステージを務めさせていただくことに、なりまして。すごいね、30分。そうなんですよ。それで、すごい気合が入っててね、出たんですけれども、で準備してる最中にですね、私の母と会う機会がありまして、いや実は今度一人でねライブさせてもらうのよって、今回はニッシーがちょっといなくてねみたいな話をしたら、ってそれは絶対行く見に行きたいって言ってうちの母が言ってくれまして、で普段2人でデュエットで、ステージ立たせていただく時も母は結構応援でね、見に来てそうなんですよ、見に来てくれるんですけれども、今回はねさすがに1人っていうこともあって、自分1人がね、母も連れて行って当日自分の準備もしてっていうのは、ちょっと負担が重いかなって思いまして、で、どうしたもんかなと思った時にあって。ちょっと思い立ちまして、ちょっとピーンっていうお手伝いをお願いできる人がいるなと、その時思ったんですよ。でちょっとダメ元ではあるんですけれども、私の妹、年子の妹がおるんですけれども、近くに住んでおりまして、にちょっとうちの母を連れて、川西ですねの方までちょっと来てもらえないかなっていうふうに頼んだら、結構2つ返事で「いいよいいよ」っていう感じで引き受けてくれたんですよ。でも当日は私はもう自分だけの準備で1人で先に会場入りしまして、で私の本番のちょっと前ぐらいに妹夫婦がね、運転は旦那さんがしてね、3人で会場の方に来てくれたんですよ。あ、よかったよかった、連れてきてくれたと。でうちの母すごくね楽しみにしてくれて、私のステージのすぐ真ん前のもうほんとかぶりつきの位置にうちの母は座ってくれてたんですよ。で私の本番が始まるまでしばらく時間がございまして、妹夫婦はなんかちょっとお買い物があったのか何なのかわからないんですけど、現場にいなかったんですよ。私も挨拶をする時間のないままに、もう本番の時間だったので歌い始めてたんですよ。で歌いながらも普通の屋外の会場ですので、全然客席っていうかもう丸見えなんですけど、私の場所からもなら遠くの方から妹がですね母を見つけてやってくるのが、私歌ってる最中でもこう見えるんですよ。で、私が最初の方に歌った曲っていうのが「塔の上のラプンツェル」の「輝く未来」とかで、その次に歌ったのが「リトル・マーメイド」の「パート・オブ・ヤ・ワールド」もう言ったらザ・ディズニープリンセスの曲、ここにね今ティアラつけてますけれども、気がついたもうそういうキラキラヒロインというか、キラキラディズニープリンセスの曲で最初バンって始めたんですよ。やっぱりその方が皆さんこう足を止めていただきやすいっていうのがあって、一応そういう戦略的な面もあり、最初はディズニープリンセスもザみたいなやつを歌ったんです。だからその最中に妹がねやってきて「いやマジかー」みたいな「いや恥ずかしい」みたいな顔するんですよ。お兄ちゃん本当にみたいな。でその格好もすごくこうなんていうの派手なというか、ちょっとひらひらっとした感じのワンピースね、メインチャンネルの方に動画出てますんで、気になる方よかったら概要欄にリンク載せとくんで見ていただいたらいいかなと思うんですけれども、来て舞台衣装ですからね。そうですよそうです、本当にねそういう格好をして、でねえこれ見て20個もあるのとかねなんて言ったっけ道とか言ってねあれはね、私が傍から見ててもなんかこちらが恥ずかしくなるようなね、そうですね、そういうのはありますから、肉親の方だったらなおさらじゃないかなと思うんですけどね。そうですよ、日誌さえも笑うんで、アリエルのくだりはね、でも私はやっぱあそこは思い切ってやるんですよ、振り切ってやるんですよね。そうなんです、毎回ね一切手を抜かずにあそこの部分はやるんですけれどうちの妹が「マジかー」みたいな感じで、でね日傘さしてたんですけど、もうその日傘でもこうやってもう自分の顔が私の位置からも見えないようにもうこうやってもうできる限り見られたくないみたいな、もうこんな感じで、で私が歌ってる間もですねもうずっと携帯やってるんですよ、かぶりつきの位置でですよ。
もう熱心に見てくれてる母の横でね、日傘でこないしながらもうマジかと思って、かぶりつきの位置で座る人の態度じゃないんですよでもう私自身も歌ってて、おいおいおいと思ったんですけれども、で旦那さんに至っては会場にいなかったんですよ。もう後で聞いて分かったことなんですけれども、もう私のステージがもう見えない遠い場所から聞いてくれてたそうなんですよね。そうね、そういうの馴染みのない方にとってはね、そうまあこれが例えば10代20代のね若い娘さんがね、こう一生懸命されてるっていう何のね違和感もないでしょうが、いや4050代のね46歳ですからね、46歳のね立派なおばちゃんがですね、そうですよ、46歳が20個もあるの20個もあるのって言ったりね、このアナのね、曲も歌いました。生まれて初めてね、今日はいろんな人に会えるのよね、運命の人にも会えるかもとかいや私ね、中で一番恥ずかしいなと思うセリフはね、それチョコやね、チョコ。はいはいはい、恥ずかしいからチョコ食べちゃうってやつ恥ずかしいなーって、もう旗から見ても顔が真っ赤になるね。そう振り切っておばちゃんやっておるんでございますけれども、やっぱりそうドン引きされてるだろうなっていうことも重々承知した上で、けど私が恥ずかしいという雰囲気を出してこれを歌ってしまうと、もう誰もね支持してくれないと思うんで、もうやっぱり振り切ってやるのが一番と思ってやっておるんですけれども、私たちの妹夫婦の反応はもうそんな感じでしたと。けれどもやっぱり長い付き合いですから、兄弟なんで確かにこういうリアクション取るだろうなって歌ってるうちにね、私もねきっと照れくさいんだろうと、っていうふうに思ったんで、意外とその後私自分で動画見返してみましたけれども、本番の普通にいつも通り歌えてたんで意外と平気にね、なんとかその30分間のステージをこなしましたと。ね、30分言ったって MC もあればね、歌も歌わないといけないということでね、もう息つく暇がない。これ2人だったらね、どっちかが MC で喋ってる間、こちらはちょっとね水を飲みながらなんかこうできますけれどもね、一人で30分 MC もやり歌もやりというのはなかなかね、そうですね、それは大変なことだと思います。いい経験でしたよ本当に。あれを味しめてね、あなたね最近ライブ配信バンバンやりますよね、一人でねそうですね、私が仕事で平日いない昼下がりとか、午前中が多いかな。そうですね、お昼にやることも最近はね増えてきたんですけど、最近はねあれが楽しくなっちゃってライブ配信やるようになりまして、気になる方よかったら見に来てください。もう見ていただけるだけで幸せですしね。本当にそうなんですよ。でね、私のステージ終わった後に、みんなでちょっとお茶しよう言うて、で妹と母と妹の旦那さんと4人でね、近くの喫茶店でお茶したんです。でその時に妹とあの時の状況についてね話をすることができたんですけれども、やっぱ彼女曰くもう恥ずかしすぎて直視することができひんかったと。そう自分のお姉ちゃんが、年齢のお姉ちゃんがやっぱりひらひらの服着てね、20個もあるのとかやってるのはやっぱりどうしても恥ずかしくて見てられないと。でそんな風に言われまして、やっぱりそうかという風に思ったんですけれども、でもやっぱり最終的に彼女が言ってたのは、とっても愛ちゃんには合ってると思うよっていう風に言ってくれまして、そうなんですよ。でもやっぱり頑張って自分がすごく情熱注いでやってることに対して家族でさえもねこう引いちゃうんだっていうのはやっぱ軽く自分ショックだったんですよ。でその経験があった後にたまたまなんですけれども、私うちの父と話す機会がありまして、でその時多分西もいたと思うんですけれども、父にも言われたのは、その私のこの YouTube 活動を自分のそのお友達に言うことはできないって恥ずかしいって言ってやっぱ言われたんですよね。自分の娘こんなことやってますねんって言って登録してあげてねっていうことは恥ずかしくて言えないっ
っていうことを言われてしまったんですよ。あ、ここでも同じこと言うてる人いたなって思って、でまたその数日後ですよ、たまたまやけどね、私の弟とやり取りをする機会がありまして、ちょっと年の離れた弟なんですけれども、ちょっと私パソコンを新調しようかなって思ってまして、でそのどんな機種がいいんだろうっていうのを、非常にうちの弟そういうことに詳しいので、でちょっとそれで相談をするね、メールのやり取りをする機会があったんですよ。で私の弟っていうのは多分なんですけれども、I&DC チャンネル登録はしてくれてると思うんですよ。それは分かった上で、ちょっと話も打ちかけたんですけれども、で動画編集をするにあたって、で今の使ってるパソコンがこれぐらいのスペックだと、でちょっと物足りんのでどんな感じがいいって言ったら、弟からのまず返答が「そんながっつり編集せんやろ」っていう返事返ってきたんですよ。おい待てよと、それを聞いた時に。私すかさず彼に公開しました。さては私たちのチャンネル見てないなと。そうそうそう。どう言ってました？いや、それに対しては言及なしです。おそらく見てないんでしょう。はいっていう感じですよ。だから私たちのチャンネルを見てたら、がっつり編集してへんやろうなんて言葉出てこないと思うんですよ。そうですね。全部愛ちゃんがね作ってくれてるんですけども、PV 風に作ってますからね。一般的にその歌ってみたっていうのは、定点カメラで、横顔でマイクに向かってただ歌うっていうね。そうそう。ファーストテイクみたいなね。そうです。それが一般的だと思うんです。そのイメージで弟さんはね、おっしゃったんじゃないのかなと思います。ですから見てないわね。見てないね。そうそうそう。やっぱりグリーンバックを使った合成の映像なんかはやっぱり結構重たいので、処理的にもうちょっといいパソコンだったらいいなっていうのがもともとあったんですよ。でそれを見てくれてたら、そんながっつりやらんやろっていう言葉は出てこないと思うんですけど、全く見てへんなと。見てないでしょうね。その言葉で分かったっていうことですよ。だからこの短期間の間にですよ、本当この1ヶ月の間にうちの妹夫婦ですよねと、父と弟からそのような私の活動に対してね、全然応援されてないなということをこう思い知る機会が連続して起こって、でもやっぱりそれぞれにやっぱり身内なだけに私もショックだったんですけれども、でもこれが世間かなと、ちょっとね、そんな風に感じはしました。そうじゃないですか。やっぱり40、50代の夫婦がね、歌って踊ってって別にプロでもないのにね、なんかそういう見ててね、恥ずかしいとか、ようやるわとかね、そんな風にご覧になられる方も多々いらっしゃるだろうなというのは分かりますしね。そうですね。でも母一人がね、本当に私たちの新しい動画毎回上がるたびに今すごく楽しみにしてくれて、こうやってステージ立つ言うたら見に来てくれて、母だけでもこうやって熱心にね楽しんで応援してくれてるっていうだけでもね、幸せだなっていうふうに思うんですよ。そうそうそう。夢見る大人にね対してちょっと世間はね厳しいなと。なんかね、なんでか現実はこうなんだっていうことをやっぱり伝えようとしてくるなっていうのが印象としてあります。そうなんですよ。でも我々ね、別に特に西なんかは普通に会社勤めもして、現実のこともしっかりやりながらこういう夢追ってるわけじゃないですか。なんでそれに対してね笑うんだろうって思ったりするんですけれども、ようよう考えてみたら、私も若い頃は笑ってました、そういう人のこと。やっぱりいい年して、例えばおばさんがなんていうんですか、ひらひらの格好をすることとかね、すごい派手なメイクをすることとか、ミニスカートを履くこともそうだし、こういう歌をしたりすることっていうのは今更やって何になんねんって若い頃思ってました。けれどもなんで笑ってたかっていうことに今気がついたんですけれども、やっぱり当時の私もそうやってね純粋に夢を追いかける人を羨ましいなっていう気持ち、ジェラシーにも似た気持ちがあって、それでやっぱり妬ましい気持ちでできるわけないよって笑ってた側の人間だったんだと思うんですよ。そうだからでもそれが分かると、今自分が夢を追う人間になって、そういう人を笑ってたね、自分をちょっと今恥ずかしく思うんです。恥ずかしいでしょ。そうですそうです。でだしよく理解ができるので、自分が過去そうだっただけに今私たちのことを笑う人がいるっていうことも別にそれに対して腹を立てるじゃなくって、世間一般こういう考え方だよねっていうふうに
思うんで、まあ気にせずやっていくことやなと。そういう外野のね、ちょっと冷ややかな目なり言葉っていうのは「はいはい」言うて、それでも私やるよ今に見ておれよという気持ちで、それでもね今だったら715人ですかね、のやっぱ応援してくださる方もいるんだし、そういう方たちのためにもねどんどんいいコンテンツ出していきたいというふうにそうですよ、そう思いますんでね、もう私はこれを突破すると。なんかププってね言われるような、それもめげない、そうです、分かった上でね突破すると私は決めてやっておりますのでね、強い気持ちで。またはもっとね大きな活動ができるようにね、私たちもこうね、進化していこうかななんて思ってますんでねはい、そんなことがあったよっていうね、お話でございました。はい、というわけで次回もまた見てくださいね。愛でした。西でした。アイ&西でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。